全部投資なわけです、当たるも八卦当たらぬも八卦で投資をする決断ができるかどうか、彼らに対して私は何ができるだろうって考えたら神さんがいると思うんですよちょっとここからは、堀場製作所のお話も伺いたいんですが、まさにその時代の変化を機敏に捉えて、その事業の領域を増やしていって、これまでは堀場製作所っていうと本当に自動車の排気ガスの計測分析装置のイメージがやっぱりシェアもね、大きいだけにそういう方多かったと思うんですが、今はもう半導体が稼ぎ頭になっている、で半導体がもしどうにかなったとしてもまたその次の領域っていうことで、その時代のニーズを先取りしてるように見えるんですが、それって見えてるんですか？見えてないです見えてないですけれども、どうあるべきか、要するに自動車の後ということはないですけど、自動車の次に来るのは我々にとって半導体、この半導体の次に来るのはバイオヘルスケアなんですね。ただその根っこにあるのは、ものを測る、計測する、あるいはその制御するっていう基礎技術っていうのはずっと何十年国家開発続けてるんですね。大体我々でいうと売上の 10% を常に投資をしてます。で今動いてる製品に対しては 2,3 割、あとの7割は将来のための投資なんですね。で開発投資するというと何か物のように感じるじゃないですか、実は開発投資って人を育ててるんですよね。で人っていうのはやっぱりその学校出てから10年20年やはりいろんな経験をしたり実験をしたり海外行ったりあるいは大学行ったりアカデミア研究所行ったりしていろんな知識を得た人間が最終的に世界で打ち勝つような商品を開発していくんです。でそれには10年20年いるんですね。ただ10年20年いるっていうことはその間売り上がらないから全部投資なわけです、一見無駄なに見えるんですけれども、その時代が来たら一番早くキャッチアップできるんですね、なぜならマーケットができてから人を育ててるんじゃなくてすでに10年20年かけて育ててるから即戦力になるわけですね、だから最初から圧倒的に強みをキープすることがある、ことがあるんでしょっちゅうじゃないんですよ。 100% じゃないですね。全然打率 2,3 割ですね1,2 割かもしれない。いやでもそれはすごい高い打率ですよね。と思いますけど、内部保留は使うためにあるんですね、保留だけしてたら問題なんですけど、まさしくそういう時のための投資とか、当然我々は物を作らないといけないんで、技術がある程度いって市場が来た時に工場を建ててそこに生産設備を置いてで物を作る。で大体工場というのはスクラッチから物が出るまでに5年かかるんです、だから5年かかることはマーケットがこう立ち上がってきた時の5年前に計画がスタートしてないと、そのマーケットをキャッチアップできないということですよね、だからそういう面では当たるも八卦当たらぬも八卦でその投資をする決断ができるかどうかなんです、全て分かった時に投資するって決めたらもう5年遅いんです。だから最近で言うとね、阿蘇に半導体の工場があるわけですけれども、あれはもうほぼ全壊って言っていいぐらいもうボロボロに崩れて、その時に堀場会長はいや抜けていくんじゃなくてとどまると、しかも単にとどまるんじゃなくて生産キャパを倍にする工場を新たに作るぞっていう決断、自身の3ヶ月後に決心したんですね。ただそれは将来の投資っていいますかマーケットがあるからやったんではなくて、行ったらみんな家も潰れてる、体育館に住んでるにもかかわらず工場に出てきてみんな整備してるんですよ。でそれ見て彼らに対して私は何ができるだろうって考えたら、新しい工場を建てるしか彼らに応えることができなかったんです。それでただ工場を建てるのはいろいろ認可もいるんで、蒲島知事に、熊本県の知事にお願いして、協力してほしいと言ったら
いやいや今多くの企業出ていってるから、ぜひ記者会見してほしいということで、県庁で記者会見をしたら、またそのお礼の電話がかかってきて、堀場さんの記者会見の後、出ていく企業がパタッと止まったと、貢献したんですよ。いやだからそれが半導体の聖地というか一大生産拠点につながってる、あの時熊本地震でみんな出ていったら今の姿は確実になかったですよね。みんなかなりのダメージ被ってましたからね。で結果的にその新しい工場を、建てたんですけれども、それがここに来て急速に需要が大きくなって、供給しないといけないんですけど、工場を建ててたもんですから、すぐ増産できたんですよね。ですからそれは熊本のホリバリアン頑張ってくれて、その気持ちに応えるために工場を建ててたんです。ただ結果的にそれが大きな我々の成果に過去最高の成績を伸ばすベースになったんですね。だからやっぱり世の中には私は神さんがいると思うんですよ。いわゆるそういうことをきっちりやればそれに応えてくれるっていうね、流れがあるんだなっていうのを今回強く感じましたね。それがその熊本の工場の話だけじゃなくって、イギリスの、堀場マイラ社もお邪魔したんですけれども、あの会社も自動車試験の会社として、反国営みたいな会社だったんですけど、絶対儲からない会社なんですね。そうなんですよね。それをまた M&A して堀場グループに入れようっていう決断をね、堀場会長がされた。でその時役員の皆さんは反対だったんですよね。そうですね、儲からないですからね。ただ私ももともと買う気はなかったんですけども、私が唯一できるのはやっぱり最後はね、一人ですよね。全部手に入っちゃったんですよ。それが多分堀場の場合はできてるんだと思います。オールフォー京都、最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。